こんにちは。今回はですね、ある YouTube チャンネルで見つけた、箱根湖へウォーキングの体験談です。約55キロですか。これに挑戦した方の記録をちょっと深掘りしていきたいと思います。55キロ、箱根越え。これはなかなかの挑戦ですよね。ええ、目標は完膚だったそうなんですが、実際どうだったのか、そのリアルな部分、困難とか逆に楽しかったこと、学んだこと、そういうのを見ていきたいなと。ええええ。もしかしたら、これを聞いてるあなたがウォーキングやってみようかなって思うきっかけになるかもしれませんしね。うんうん、体力だけじゃなくて事前の準備とか、あと精神的な強さも問われますからね。こういうのは記録を見ると、計画通りにいかない部分をどう乗り越えたか、あるいは乗り越えられなかったのか、そのあたりが興味深いですね。そうなんですよね。出発前は、なんとかなるでしょう、みたいな、ちょっと楽観的な感じだったらしいんです。ああ、よくありますね、そういうの。でも実際に歩き始めたら、夏の暑さと、あと坂道、これが想像以上だったと。箱根ですもんね。坂は覚悟しててもきついですよね。ですよね。小田原城とか箱根登山鉄道、ロマンスカーなんかも見えて、最初は結構旅気分も味わえたみたいなんですけど、なるほど。ただそこで装備の選択について後悔というか反省点が出てくるんですね。そうなんです。日焼け対策で長袖長ズボンにしたけど、それが暑さを増幅させちゃったとか。うんうん。あと靴。グリップがあまり強くない靴を選んじゃったみたいで。それは旧東海道の石畳とか階段とかだとかなり影響しそうですね。そうみたいですね。足への負担が思った以上だったと。やっぱり環境と装備の組み合わせって大事なんだなと。まさにそこがポイントですよね。ただ歩くだけじゃなくて、その場の状況にいかに合わせるか、その予測と準備がいかに重要かっていう。でも大変なだけじゃなかったみたいで、一度に3人しか乗れない吊り橋とか、そういう面白いスポットもあったり。へえ、楽しそうじゃないですか。あと、これは絶対気持ちいいだろうなって思ったのが、かき氷休憩。あー、それはもう格別でしょうね。あの暑さの中だと。ですよね。もう記録見てても生き返ったって感じが伝わってきました。つい足止めちゃう気持ちわかります。わかりますね。で、そういう厳しい状況だからこそ、ふと見た空の青さとか、山の緑とかがグッとくるんですよね。ありますね、そういうの。これも長時間歩くからこその、なんていうか、ご褒美みたいなものかもしれません。確かに。ただ、面白いのが、ご本人が後で、あのかき氷とか休憩がちょっと関門時間に響いたかもって冷静に分析してるんですよね。なるほど。楽しみとその時間管理、このバランスが難しい、長時間ウォークの醍醐味でもあり、難しさでもあると。うーん。あと、道中で他の参加者の人が足つっちゃった時に助けたりする場面もあったみたいで。ああ、そういう交流もイベントならではですよね。ええ。人のつながりみたいなのも感じられますよね。でも残念ながら第一関門これに間に合わなくてリタイアされたそうです。そうでしたか。仕方ない時もありますよね。でも話はそこで終わりじゃなくて、と言いますと。リタイアはしたんですけど、ゴール地点の三島に預けてた荷物を受け取るためにルートはちょっと短縮して歩き続けたそうなんです。芦ノ湖を回る部分はカットしたみたいですけど。なるほど。漢方っていう目標は変わったけど、三島まで行くっていうある意味新しいゴールに向かって歩き続けたわけですね。それは素晴らしい。そうなんです。で、その道中で三島スカイウォークが見えたりとか、初めて歩く三島の街並みが新鮮だったりとか、歩くこと自体の楽しさを改めて感じたみたいなことも書かれてました。エクスパートスピーカー。結果はリタイアでもそのプロセスで新しい発見があったと。歩き続けたからこその経験ですね。ええ。そして、この経験をちゃんと次につなげようとしてるんですよね。そこが一番大事ですよね。次は装備をちゃんとして違う形でチャレンジしたいって。うーん。失敗というか計画通りにいかなかったことから、具体的に装備と時間管理っていう反省点を見つけて、次へのモチベーションにしてる。この前向きさがすごくいいなと思います。本当ですね。というわけで、今回のこの体験談から見えてきたのは、長距離ウォーキングって暑さとか地形とか時間とか結構厳しい面もやっぱりあるけど、ええ。でもちゃんと準備して工夫して、そして何より歩きたいっていう気持ちがあれば、綺麗な景色とか人との出会いとか、
そういう嬉しい発見もたくさんあるんだなということでした。歩くからこそ見える景色、味わえる感覚って確かにありますからね。さて、この記録を聞いて、あなたならもし挑戦するとしたら、どんな準備考えますか？そうですね。公式な漢方っていう結果だけじゃなくて、そのプロセスで何を感じて何を学んだか、その経験そのものに価値があるんだなって改めて感じますね。うーん。体力的な準備ももちろん大事ですけど、うまくいかなかった時にどう切り替えるかみたいな心の柔軟性、そういうのも大切なんだろうなと。なるほど。最後にちょっと皆さんに考えてみてほしいんですけど、もし最初に立てた目標が途中で変わったとしても、その歩いてきた道のり自体はあなたにとってどれくらいの意味を持つでしょうか？結果だけじゃなく、そのプロセス自体を楽しむっていう視点もウォーキングの大きな魅力かもしれませんね。